産卵中のウミウシ。こんにちは、ほやです。今回は、真鶴の磯で、ウミウシを探します。ウミウシを見つけたら、動画を止めますので、皆さんも、ぜひ、探してみてください。それでは、始めましょう。と、言いましたが、ちょっと早く来すぎたので、まだ十分に、潮が引いていません。その上、ご覧の通り、波が高くて、タイドプールにどんどん水が入ってきているので、いつものコースがたどれません。そこで、いつもは探さないような浅い場所で、ウミウシを探しながら、落ち着くのを待ちます。この時間つぶし中に、見つけたウミウシを、まずは続けて紹介していきますね。乙女ウミウシです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、乙女ウミウシです。真鶴では、どこにでもいる印象ですが、いつもは探さない、ごく浅いタイドプールにも、いました。オレンジ色の、何かを食べているようですが、いろいろと調べてみると、八方サンゴの仲間の、多分、コマイハナゴケだと思います。乙女ウミウシの仲間は、ソフトコーラルのポリプを食べるらしいので、多分、この乙女ウミウシは、お食事中なのでしょう。アメフラシです。大きさは、100ミリくらい、少し小さめの、アメフラシです。磯で見られる、ウミウシの仲間では、一番大きくなる種類で、400ミリくらいまで、大きくなります。春は、アメフラシのシーズンなのですが、3月は、緑アメフラシや、天草アメフラシは見つかりましたが、この、いわゆるアメフラシは、見つかりませんでした。4月になって、でっかいアメフラシが、磯を我が物顔で歩き回る、光景が見られ始め、この日は、10匹以上見つけています。まさに、春の風物詩、ですね。色味のウミウシです。大きさは、40ミリくらい、よく見る大きさの、色味のウミウシです。タイドプールのような、浅い場所で、たくさん見つかるウミウシです。毒々しい色をしていますが、食べたものの状態によって、色が薄くなったり、濃くなったりします。ミノウミウシの仲間の、ミノの部分は、消化器官になっているので、こういう変化が、起こりやすいんですよ。そうこうしているうちに、だいぶ潮が引いて、タイドプールに入ってくる波も、落ち着いてきたので、いつものように、GoPro を装備してのウミウシ探しを始めます。ひっくり返した石は、できる限り、元の状態に戻します。いつものコースをたどっていきますので、季節によって見られるウミウシの変化を追うことができます。いました。石の真ん中に、わかりやすく2匹が寄り添っていますね。これです。今シーズンは、この石に、毎回ついとる気がするな。緑アメフラシです。大きさは、25ミリくらい、よく見る大きさの、緑アメフラシです。春は、アメフラシの仲間の数が、多くなるのですが、その中でも、一番多く見られるのが、緑アメフラシです。下にある、緑色の、細長くてごちゃごちゃしているやつは、卵です。アメフラシの仲間は、海そうめんと呼ばれる、細長い卵を産みます。ウミウシの卵は、
ウミウシのグループによって、いろいろな形の卵があるんですよ。続いて、この岩の下あたりの石を探してみます。ここにも、毎回、何らかのウミウシがいるのですが、今回はどうでしょう。いました。これも、わかりやすいですね。何匹ついているか、わかりますか？これです。毎回見つかる、ウミウシではありますが、この岩の下で見つかるのは、珍しいです。サガミミのウミウシです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、サガミミのウミウシです。2匹が重なっていると、思っていましたが、実は、小さいのが、もう1匹、ついていました。ミノウミウシの仲間が重なると、どこがどうなっているのか、いまいちよくわからないですね。真鶴には、たくさんいるウミウシで、毎回必ずいてくれるので、撮影する側としては、助かります。いつもありがとうやでー。こちらは、別の場所で見つけた、サガミミのウミウシです。さっきのやつとは、色が違っていますが、食べたものの状態と、光の当たり方が、関係しているのだと思います。ケヤリムシと、一緒にいますが、食べたり、食べられたりする関係ではないので、たまたま、同じ場所にいただけだと思います。別の生き物と、たまたま、一緒に写っているのを撮影するのも、面白いです。今回も、ウェーダーを着てのウミウシ探しですが、イージスという、ワークマンで売っている、ウィンドブレーカーを着ていると、少し暑くなってきました。気温が15度くらいで、風が強い日となると、装備品の調節が、難しいんですよ。いました。それなりの大きさの、白いウミウシなので、わかりやすいと思います。これです。このウミウシも、真鶴では、本当によく見かけるなぁ。乙女ウミウシです。大きさは、25ミリくらい、少し大きめの、乙女ウミウシです。この個体は、産卵中のようです。リボン状の卵の、付け根のところを、拡大してみました。こんな風に、卵を産んでいるんやな。ちょっと貴重なシーンです。産卵や、食事といった、ウミウシの行動が見られると、なんだか得した気分です。風が強くなってきて、波が、また高くなってきたので、タイドプールの奥の方へは、行けそうもないなぁ。この辺りで、様子を見ることにします。いました。肉眼でも、ウミウシかどうか、疑わしかったくらい、小さいやつなので、画面上で見つけるのは、無理だと思います。これです。今シーズン、初めてこのウミウシに、出会いました。白線ミノウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、白線ミノウミウシです。とにかく小さくて、細長いウミウシなので、こういうウミウシがいるんだ、と、知っていないと、気がつかないと思います。そういう私も、見落としていることは、多いんやろな。ここまで小さいと、なかなかピントが合わない上に、動き回るやつなので、撮影に苦労するウミウシです。風もさらに強くなってきて、そろそろ、
終わりにしようか、と思っていたところ、いました。石の真ん中より少し下に黄色のウミウシがついています。これです。最後にもう一種類見つけることができてよかったです。隠れ火山ウミウシです。大きさは15ミリくらい小さめサイズの隠れ火山ウミウシです。網目状の模様が全身に入るのが特徴のウミウシです。似たような姿をした種類のウミウシも多いので、区別するのが難しいやつです。まあ、ウミウシの名前なんて人間側の都合で付けられているだけなので、本人たちは気にしていないでしょう。今回はこのくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは7種類でした。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたどこかの海でお会いしましょう。